Hello everyone, this is Karen's channel. まず Vlog の方が始める前に説明させていただきます。シンガポール最後の3日間となりました。こんなに早くこの引っ越しの日が来るとは思わなかったんですけど、といっても自分で決めたんだけど、シンガポールから出ていくことになりました。大学から急遽シンガポールに戻ってきて、要は第2のシンガポール生活だったんですけれども、最初は不安だったり、オンライン授業っていうのも初めてだったし、いつものシンガポールにもかかわらず慣れない部分もあったんですけれども、素敵な出会いがたくさんあり、本当にここ1年は特にいろんな方に支えていただきました。今まで本当にありがとうございます。お仕事は月曜日に辞めたのでニート真っ只中です。新たな挑戦っていうことで、なんか私的にずっとシンガポールにいると怠けてる、サボってる感があるんですよ。快適すぎて快適すぎだし、やっぱ人生に変化がないから、ワクチンも打ったし、ちょっとチャレンジしてみようかなと新たな一歩を踏むことにしました。いろいろ説明するとぐたぐた長いので、シンガポール出国までの準備の最後の3日間をぜひご覧ください。とりあえず今日最後の塾バイトの日なので教材を作ってます。こんな感じで最後はリクエストがあったので植物についてやろうかなって思ってますこれとあと教科書とあとゲームとか一緒にやって楽しい90分になればいいなと思ってます。もう一つのクラスの方は料理についてです。やっぱ最後に料理をね知ってほしいので、中華料理とかフランス料理とかデザートとかこういうのを勉強してもらおうかなって思ってます。バイト前に少し時間があるので断捨離します。もうこれが本当に永遠に終わらない地獄のスパイラルです。1週間ずっと捨て続けてるんだけど、まだ物がある。Why? I've only lived here for 2 years or so. Why do I have so many things? 特にそっちに荷物を送るっていうのはなく、2つのスーツケースで行く感じなので、その中に入るものしか持っていけないよね。いろいろ物出したんでめっちゃカオスです。くしゃみ出そう。Oh my god。全部取るの忘れてたけど塾行きました。これから夜ご飯です。夜ご飯食べに来ました。もう何回目っていうぐらい何回目の送別会です。場所はファッキャオっていうステーキ屋さんです。和牛メインで、私和牛大好きだからファッキャオ予約しました。予約全然取れないからね。でもずっとファッキャオの和牛食べたかったんで、最後にシンガポール出る前に食べられて嬉しいです。ワクワク。おはようございます。今日は2日目です。買い物はある程度決まってて、歯ブラシとかだし汁とかそういうのばっかりですね。ドンキにも行こうかなっていう感じです。ご覧の通りこちらに洋服があるんですけども、早速クローゼットから出して今夜スーツケースの方に詰めようと思います。入るかな。まあ様子見ましょう。やっぱリップ大事。一気に顔の色が変わりましたでは撮影と買い出し行ってきます。今からダイソーとドンキで買い出しに行きます。お腹すいた。なんかプラザシンガポールで適当に食べよう。ダイソーめっちゃ混んでる。やば。ユニクロ来ました。最後の洋服買いますと言ってもあんまり荷物にならないようにパンツとかかな。ほぼパンツマスク
ユニクロ終わったので、今から313にあるサマーセットのドンキに行きます。ドンキで食品タイムです。といっても肉持ち込めないから、肉系じゃないのを買っていきます。無印に来ました。ここで文房具とか買います。潰れたらしいんで、向こうの無印。これ大好きだ。柿の種チョコとシャンプーとコンディショナーをちょっとだけ持ってきます。これは買わなきゃな。使おう。親にも。無印でお買い物終わりました。あとミニソーでワイヤーのイヤホン買いました。やっぱね、充電する余裕ないし、Bluetooth だと。あとなくしにくいので、ワイヤーのは旅にぴったりです。今からドンキに行きます。やっと。だしは本当に命。どれにしようかな。どれがどう違うんだろう。減塩。お疲れ様。帰宅したのでパッキングします。もうやばい。何から始めればいいかもわかんないから、とりあえずこの48色のペンを詰めてきます。もうこんなんさ、いるかよって思うかもしれないけど、結構大事なんですよ。こういうバッグの中に型崩れ防止として、あとスペースの節約のため中にも入れちゃいます。これは香水とかです。これも持って帰ったのでもちろん持ってきます。推しグッズはかさばるよね。でもテーラーグッズは宝物だから持っていかないと。あかん、こんなことやってるから全然進まないんだよ。マスク買ってきたんでこれも持ってきます。命の本出しも持ってきます。もう一つ、命の塩昆布です大好き。歯ブラシも。歯ブラシは1個別のスーツケースに入れとこっかな。本当に必要な時に探すの大変そうだから1個こっちにして、もう1個別のスーツケースに入れます。こちらまたペンですちょうどコンタクト入れたらいい感じになった。よし、あともうちょっと整えて隙間をうまく活用したいです。おはようございます。今から食事を選びます。焼肉すごい。ハンバーグ、嘘、そんなのあるの。ヌードルも最初食べるし、五目ご飯美味しそう。何これ、 Flavor steamed rice with seasonal vegetables raised。 で、さっきの照り焼きをハンバーグにして最後は五目ご飯に締めます。なんと最後にチョンバルに来ました。何回目って感じ。好きなんだよね、チョンバルネイバーフッド。それもそうだけど、とある撮影も兼ねてきました。まだ撮影するんかと思った方、残りほんの少しなんでもうすぐ終わります。インサート的なものを撮りたくて、はい。そして撮影し終わったらまた買い出しに行ってきます。もう最終日だけど本当ドタバタ。この HTB たちもお別れです。さようなら。昨日と全く同じプラザシンガポールに来たんですけど、今度こそダイソーで買います。昨日すごい並んでたから今日にします2ドル均一が税金抜かれて 2.14 ドルになるんですよね。飛行機の中は絶対素読やんないと私やっていけないので、素読の本も買います。合計40ドルでした。やば、そんな買ったっけ。最後に昨日買えなかった食品をヨハマートで買います。前食べた不思議なドーナツみたいなクッキーなのを飛行機でおやつとして食べようかな。イロハマートは動画の企画でいろいろお世話になったので、本当に最後に買えてよかったです。では次、友達のお土産買いに行ってきます。一番大好きなオーベリーバンっていうスムージーで、
すごく小さいキッズサイズにしました。脳みそが凍る。シンガポールの土産買う人大体みんなここお世話になります。やっぱコーヒーは長持ちするし可愛いんで見た目も。この間来た時のみさとちゃんおすすめのキャラメルモーニングとティラミスは自分用なんですけど買います。美味しそう。なんか説明も美味しそうだった。ティラミス2つとコーヒー1パックだけでこの大きさです。ティラミスは家族へのお土産です。お土産パーティーだ。OK, thank you. すんごい奥まで入られた。無事ネガティブでした。陰性です。よかった。嬉しすぎてさっきガッツポーズしたら受付の姉さんに笑われましたというわけでパッキングの続きします。1つ目のスーツケースは後いい感じに20キロほど詰めまして、今度は2つ目のスーツケースです。これさっき買った抹茶コーヒーのお土産です。すごいプレゼント。ちなみにスーツケースは全部拭いたので一応綺麗です。はい。ハンカチはこの中に入れます。やっぱ少し持っていった方がいいよね。まだいろいろ散乱してます。やばい、水着とかどうしよう。でもバイト先へ向かう時間になったのでそろそろ行ってきます。バイト先っていうのは今回プライベートなのでお宅にお邪魔して2時間ほど日本語を教えます。チーク菓子セットも買ったんでそれで一緒にいろいろ作ったりするのも楽しみです。兄弟なんだよね。超可愛いの。では行ってきます。塾終わりました。家庭教師だね。もはやもうめっちゃ楽しかった。最後お寿司作ってみんなチーク菓子でめっちゃ楽しくて、もちろん日本語も教えながら作ったんですけど、可愛い子たち、しかも行かないでとかいろいろね言ってて、って胸苦しかったんですけど、次回はオンラインでっていうことになりました。最初で最後の対面でした。今からお夜ご飯食べに行きます。めっちゃお腹空いたわ。もちろん最後は駅そばです。ひじきそば最後の美味しそう。